카운터스. 한일 감정이 고조되는 가운데 또다시 혐한 시위가 시작되었다. 일본 내 극심한 폭언 그리고 폭행까지 일삼는 혐한 시위의 재특혜를 막기 위해 자발적으로 모여든 단체, 그리고 그중 가장 극단적인 방법으로 혐한 시위를 저지했던 오토코구미. 트위터 하나로 모여들기 시작했던 카운터스는 3년 4개월의 꾸준한 노력으로 혐오 대책 법안을 통과시켰고 오토코구미는 해산하였다. 하지만 그 후 3년, 한일 관계를 이용해 또다시 재특혜 회장인 사쿠라이 마코토는 혐한 시위를 일으키기 시작했고, 이에 카운터스들은 다시 모여들기 시작했다. 이 이야기는 영화 카운터스 이후 그들의 이야기자 이제는 전설이 되어버린 한 남자의 이야기다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저희 시쿤이. 문제는 혐한이라는 그런 게 사회 전체로 퍼진 거예요. 그렇죠. 그것도 문제죠. 텔레비에서 맨날 난리치니까. 이거 경찰입니다. 사복 입은 분들이? 네, 그렇죠. 아, 저분들이 경찰이에요. 근데 왜 저렇게 사복을 입고 계신 거예요? 원래 일본 공항 경찰은 사복으로. 근데 뭐 딱 보면 알죠. 서로 안면을 서로 익히신 분들도 그런 계시겠네요. 경우도 있고. 네. 暴力を愛しますかっていう暴力を愛するか俺木本だよツイッターもやってるよお前なんだよどうでもいい。どうでもよくねえよそれに魅力を感じますかっていうどうでしょうね 재특혜를 용납하지 않는 모임이라고 카페가 있었어요. 근데 거기 가입하게 되면서 여러 가지 정보를 얻게 됐는데 근데 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠더라고요. 그러다가 2013년에 시바키타이라고 영화에도 나왔죠. 시누쿠바 가가지고 그 혐한 시위들을 물리치는, 비폭력적으로 물리치는 그걸 알게 됐는데 근데 전 못하겠더라고요. 너무 무서워서 어떻게 할까 하다가 그 다음 주부터 이제 플랜카드 들고 반대를 하자, 그게 인터넷에 떠가지고 그걸 보고 이제 합류를 하게 됐습니다. やっぱり日本の中でヘイトスピーチがすごく広まってるのに嫌だなと思いまして参加しました。ただ騒ぎが起こってるというのをインターネットで知っててただ見に行ったんです。野じ馬です。見物しに行っただけだけど行ってみたらやっぱりこのデモ隊の言ってることがひどすぎるし、周り集まってるのはただの反対派じゃなくて本当に普通の人が怒ってる。これはしかも警察は見てるだけなんですね。特に一番そのきっかけになったのはその新大久保にある、あるお店のおばちゃんが僕ずっと昔から仲が良くて実は、そのおばちゃんが泣いてたんですね。その在特会のデモやっててでそれがまず許せなかったのは聞いててあいつらぶっ飛ばしちゃえば簡単にこんなの終わるだろうと思って結成したのが男組です。ビデオも撮られてないカメラも映ってないところでレイシスト見つけてカメラないとこ連れてボッコボコにしてそうするともうデモ一切出てこないんだ、やっぱり本当に怖い思いさせると来なくなるからだからデモ隊突っ込んだりとか、レイシストの見つけ次第ぶっ飛ばしたりとか 제가 만났을 때만 해도 사회의식, 인권의식, 젠더의식이라든지 그런 것들이 마이너스 100이었던 사람입니다. 카운터스라는 영화는 이 마이너스 100이 이 사람이 0까지 되는 어떤 수준까지 그린 영화라고 생각을 해요. ぶっ潰したいなと思いましたよね。本当みんな締めちゃいたいなと思ってこんなもんだからこいつらを肉体的に壊しちゃえばできねえだろうっていう思いですよね。怒りで友達と2人でさらっちゃおうとか。殴ってましたね 100%。 あれ捕まってもいいと思ってましたから。デモじゃなくて街中だったらなっていう悔しさですよね。ヒールですね。カウンターの中の暴力を肯定した組織なんでカウンターから切られてましたしね。
우선 카운터스는 오토고구미를 부정을 했어요. 끝까지 부정을 했습니다. 카운터스는 대부분 일반적으로 평화주의자였거든요. まあやっぱり男組自体はそのカウンターの中でも一番激しく抗議をするグループだったんですね。でそれがその暴力的だとそんなやり方は良くないっていうような抗議というかですね、そういう声はやっぱり常にありました。でも別にね、他のカウンターから嫌われようが何しようが俺らには関係ねえよみたいな、俺らには俺らのやり方があるっていう感じでしたね。男組はね、なんか面倒くさかったから、僕は高橋君をクラックに決して入れなかったんです。で、それは彼がそのヤクザかもしれないっていうことがよく分かんなかったのと、もしヤクザだった時に困るなと思ってたことがあって。ただ私はもう当時はやはりその在特会がすごく膨らんでいた状況でしたし、社会もそれをなんとなく容認してしまっているような、まあ在特会ほどひどい言い方をするのは良くないけれども、でもなんとなく言ってることはわかるよねみたいな、そんなような世の中の空気だったんですね。俺からしたらどっちも同じだから右も左も。一応合法的に主義主張やってるのを一方的に断罪しちゃダメでしょっていう話よ。ひどいものを壊すにはやっぱりかなり強い抗議が必要な時期だったと思うんで、時期にやっぱり男麦があったことには非常に意義があったんだろうなと思います。 국회에서 헤이트 스피치는 나쁘다라고 정의를 해주는 법이에요. 그렇기 때문에 어떤 벌칙 조항이라든지 강제 조항이 하나도 없는 이념적인 법안입니다. 하지만 그게 이제 한보 스타트하는 거잖아요. 한보 스타트하는 것을 우리 카운터스들이 이루어냈다. 우리가 이거 만들었어. 진짜 제로부터 시작해서 이 진짜 한 발 내딛는 그런 아주 기초적인 법이지만 만들어놨다라 이런 어떤 뿌듯한 성취감 이런 거 좀 굉장히 컸습니다. 굉장히 기뻤어요, 다들. 헤이트 스피치 혐한 데모가 무르익었을 때는 굉장히 새가 많았습니다. 근데 지금은 이제 혐한 시위가 굉장히 줄어들었고 그런 상황이기 때문에 지금 역시 카운터스의 새는 줄어들었고 거기가 나가서 굳이 반대를 할 필요가 없다. 그 정도 새밖에 안 되거든요. 심할 때는 뭐 2~3명 정도밖에 안 나온다고 하더라고요. 그 전까지만 해도 진짜 그 아주 노골적인 표현을 쓰는 경우가 많았는데 그런 게 약간 억제된 것 같고, 공공시설에서 그런 혐한 집회를 할 때, 그럴 때 그전에는 그 법적 근거가 없어서 어떻게 막으려고 해도, 암만 항의를 해도 법적 근거 없으면 어떻게 할 수가 없다 그랬던 게 이제는 검토는 해보겠다. 조금 좋아진 면은 있지만은 시위를 막기에는 역부족인 거죠, 그 법이라는 게. 今もっと問題なのはやっぱりこの日本がその政府ぐるみで、政府やもうマスコミを含めてすごく歪んだ報道を続けているんで、これにはやっぱり抗議する声は必要だとは思うんですけれども、 일단 아베의 궁극적인 목적이라는 게 헌법 개정이잖아요. 그거를 위해서는 정권을 유지를 해야 되는데, 그걸 위해서라면은 뭐 어떤 일을 다 하는 그런 게 아베예요. 네. 근데 그 전에는 그 부품을 이용해 가지고 지지율을 유지하는데, 괜찮아요? 네. 그 부품을 이용해 가지고 그 정권을 유지하는 데 성공했지만은 이제 남북한 그리고 북미 간의 대화가 이루어지면서 이제 부품을 쓸 수 없게 된 거예요. 그래서 다음 타겟을 갖다가 한국으로 맞춰가지고. みんながちょっとずつ怒ればいいのよ。本当は本気で怒ればさ、別に閉めちゃおうぜ。 사쿠라이 마코토는 사실 그 혐한 혹은 헤이트 스피치의 마스코트 아이돌 같은 인물이거든요. 그 사람이 이제 도쿄의 중심가에서 다시 시위를 시작한다 그러면은 새가 다시 불어날 수 있을 수 있습니다. 한일 상황이 없으면은 사쿠라이 마코토가 해도 몇 명 안 나왔을 거예요. 그런데 지금 이제 상황이 좀 변했으니까. 極めて危険、正当を名乗ることなど到底許されない。ヘイトスピーチをやめさせろ。お騒がせしております。ただいま。誰か
常にやってることを周りに聞かせないように大きな声を出しているのと罵倒することで彼らを威嚇するという目的がありますですけれど、日本人として差別を行う彼らのことが恥ずかしくてたまらなくて、許せないと思っている。何の詐欺かわからない人もいると思うんで、これがヘイトデモで、たちはそれに反対していると、それを知らせる。主にヘイトデモが行われたときに周りの通行人の方に注意とかヘイトスピーチとは何かっていうのをお知らせ。こんなことやってちゃダメですよね、本当に。大勢言った方がいいから、やっぱり。だから黙って立ってるだけでもやっぱり違うんだろうなと思いました。テロリストを許さないというね、それだけです。でそれに対してね、向こう側でそのカウンターと称する違法活動をやってるのがね、ずっと並んでるんで、これだけ大勢のね警察官が出てるんで、今日はね何人か逮捕されると非常に嬉しいですね。嬉しいですね。この世の中から差別なんて絶対なくならない、当たり前のことですけれどもね。なぜ差別はなくならない？人がねそこに住んでる限りにおいて誰かを差別しないと生きていけないからですよ。私はね、差別があったからこそ人間はここまで進化できたんだろうと思うんですね。彼はどういう人間だと思ってるんですか？彼自身は、仕事もしていないですし、またその在特会だとか今の日本第一党というその後にできたグループで、いっぱいそのカンパとか寄付をもらってるんですね。そういったもので、生計を立てたり、あとまた自分でその差別排外主義を煽るような本を書いて、それの印税で生活したりをしているので、職業だと思います。職業で差別をしているんだと思います。 한국에 대해서 공부를 많이 하는 사람입니다. 한국의 역사책 같은 거 읽고, 그래서 디테일한 것에 들어가면은 말릴 수도 있습니다. 머리가 비상한 사람, 그리고 선동을 굉장히 잘할 수 있는 사람이라고 저는 생각을 합니다. 桜井誠さんに対してちょっと一言お願いいたします。もうお前の時代は終わったと。もうヘイトで商売できないから帰って寝てろと。いい加減にしろよ、バカじゃないの本当に。アホか。シェイムオンユー、日本の恥、早く帰れ。本当にやめてほしい。死ね。お前不人的だっただろうが。俺も見てたぞ。説明しろって言ったから説明しろ。なんでここやったのお前か。なんでここやったの。逃げるな。怖いの。市民が逃げちゃうんかい。難しいぞこら。ヘイトスピーチをやめさせろ。どうなんですかね、正義感なのかな、これ。正義なの。人間として当たり前のことだなと思いますけどね。ああいう在特会が今までやってきたことを見るとね。これ男だったら、こいつら何やってんだと。ちょっと今大騒ぎなんですけれども、今どう感じていますか？どっちの方が悪いと思うんですか？でも気持ちもわからんでもない感じですかね。どっちも判断できない、そういうことですか？そうですね。It's always made me nervous that this type of demonstration is legal in Japan, because in Canada, where I'm from, hate crime. This would be a hate crime. This would be illegal. I've seen demonstrations of the right-wing movement in Japan before, but I've never seen protests like this where they have a sign that says exactly one country go home. I've never seen that before. So this is scary and a bit disturbing. And I want to take some photos because I'm a journalist as well. 賛成です。痛いところにいた方がいいと思います。痛いところに、住みたいところにいた方が。本当にそれぞれですからね、どちらでもないと思いますよ、私は。よくね、いろんな主張がありますから、彼らの主張も一つの主張だなというふうに思いますね。もちろん反対ですけど、あまりにもくだらないから何やってんだろうなと思いますよね。なんかそのいがみ合い方が、なんかもうレベルも低いし、何やってんだろうなと思って。許せないですし、
歴史のことを知ったら絶対に言えないことだと思うんですよね。ハグしてもいいんですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 기본적으로 카운터 운동을 하는 사람들은 그런 역사 수정주의에 극단적으로 반대하는 사람들입니다. 일본의 잘못됐던 그런 제국주의 시대를 반성하고 더 앞으로 좋은 미래를 만들어 나가자. 카운터스들이 카운터하는 행동이 가장 근본적인 생각은 이거예요. 한국을 위해서 하는 게 아닙니다. 보다 좋은 일본을 만들기 위한 겁니다. 내 자식에게 좀 더 풍요롭고 살기 좋은 일본을 남겨주기 위한 것입니다. 그런데 이웃나라에 그 사람을 죽여라 이런 것들을 못 보게 했다는 거죠. 왜 이런 사회에서 우리가 살아야 되냐 이런 생각으로 카운터들은 나오는 거예요, 거리로.そうですね、本当に特にちゃんとした団体ではなくて、みんなそれぞれが、やれることを、得意な分野とかをやっているっていう状況なので、だから強固な組織がないことで弱いということも、私はそんなに感じてはいないです。だったらカウント数変化の必然性とかそういうことは感じてます？そうですね、はい。それは一番最初の危機的な状況の時はやはり物理的な強い抗議が必要だった。で法律ができて、それをどうやって運用していくかだとかそういうことはもう少しソフトな面での働きかけが必要だと思うので、今活動している人は割と昔と違うやり方をして新しい取り組みをしていると思います。 굉장히 그러니까 한국 스타일이에요. 정이 되게 많은 사람, 그런 스타일. 하지만 또 그게 이제 폭력으로 그들을 때려잡겠다. 그리고 그의 어두웠던 과거들 그런 것들로 인해서 싫어했던 사람들도 굉장히 많았어요. 그런데 그를 이제 만나고 실질적으로 만나서 같이 막 술도 마시고 이러면은 대부분 그의 매력에 빠져들었던 것 같아요. 사람들은. 다카하시さんは今どこにいますか？ もう今は亡くなったんですけど、私の親父と同じ墓に入っているんで、私は私の親父とちょっと一緒に酒でも飲んでるんじゃないかなと思ってます。これはね、私の父親です。ここの墓って私の家の墓なんで、私の父親で、私の父親、私が3歳の時に、もう死んでる、亡くなってるんですよ。一緒に送ってるんですね。そうですね。で、私がその父親の墓をここに建てたんですけど、で、高橋さんがお墓がなかったんで、あと家族もちょっとなかなか見つからない状態だったんで、で私のお墓に一緒に入ってもらって。 死ななければよかったのになっていうふうにそれは思います。人が死ぬことは仕方がない、いつでも訪れるんで仕方がないとは思うんですけど、やっぱり死んでほしくなかったなってふと思います。高橋さんとは友達を超えた付き合いをしていたので、私にとってはもう兄弟です。 왜 그렇게 일찍 데리고 가셨는지 굉장히 우울했어요. 굉장히 우울하고 제가 뭐 잠을 잤는데 꿈에 딱 나타나더라고요. 감독부.
괜찮다고. 나 전혀 괜찮으니까 먼저 가겠다고. 그래서 이 양반이 그렇게 갈 때도 대인배구나. カウンターズは、映画館で見られたんですか2週間ぐらいかな、すぐ落としちゃって、残念ながらね。その理由って聞いたことありますかね、伊藤さん。はい、私知ってます。知ってますか。はい。ちょっと教えていただけますか。高橋さんのやっぱり個人的なトラブルですね。日本で起こした高橋さんの問題、その人間だと信じてますかね。決して高橋さんってなんていうかすごく真面目な聖人君子ではなくて、もうどちらかというと横道にそれて生きてきた人なんで、だんだん人間としてもよく変わっていこうとしてる最中だったんで、そんなことも、あったとは思ってるんですよ。そうですね、あったことはあったんだと思います。でそのことはやっぱり反省しなきゃいけないし、改めなきゃいけないことなんですけど、私はそれと映画っていうのがイコールではないし、高橋さんを決してなんていうかヒロイックに扱ってるとは思ってなくて、ダメなところも映画でも出てましたし、映画自体はやっぱり日本で起きてるああいうことを広く知ってもらうためにすごくいい映画だと思うんで、私は上映中止はすごく残念でした。でその高橋さんを囲まれたその騒ぎって今どうなったんですか。やっぱり高橋さんが亡くなってしまったんで、もうそこで固定化してしまったというか、やっぱり被害に遭われた方はその被害の回復がやっぱりできないままになってしまったし、本当はやっぱりちゃんと生きて自分がやったことの償いもして、その上でまた社会に何かできることがあればっていうようなところまで行ってほしかったなとは思います。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。またぜひいらしてください。今度はゆっくり本当に焼酎飲みましょう。すみません。お疲れ様です。ぜひ。なんだろう、残りの人生、社会の役にね立てればなと。本当に韓国の方には申し訳ないと思います。早く自分たちの手で韓国みたいに悪い首相を辞めさせたいです。もう申し訳ないという気持ちです。安倍総理の責任だと思います。早く辞めてほしいと思ってますね。最悪だと思います。아베 야매로 그만 좀 하셨으면 좋겠습니다.